にちは。メイクアップアーティストのみさきです。本日はこちらのアイメイクのやり方をやっていこうと思います。前回紹介したブラウンのロム&のアイシャドウパレットと同じパレットでピンクバージョンでやってほしいっていうコメントがあったので、今日はちょっとこういうアジアの最近の中国っぽい感じのメイクっていうんですかね、つけまつげとかも使ってやってみたので、気になる方はぜひ最後までご視聴お願いします。はい、ということで本日はこちらのピンクのパレットを使ってアイメイクをやっていこうと思います。今日はあんまりキラキラザクザクっていう感じじゃなくて、どちらかというとこのラメ2つをメインに作っていこうかなと思います。でまず最初にどうしようかな、これとこれを混ぜてまぶた全体にのせていきます。で今日はちなみに眉毛はちょっと立ち上がらせて固めてます。このやり方はちょっと前、結構前の動画かなでつけまつげの接着剤を使ってこうやって上げるやり方をやったので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。このやり方でやるとね、本当に全然崩れないし、あとソープブローとかで立ち上げるとちょっと白くなんかモフモフみたいのが浮いてきちゃうんですけど、それがね全然ないんですよ。なんで気になる方はそちらをぜひチェックしてみてください。で今日はカラコン使ってます。カラコンが韓国のものでユアリーっていうところのですね、こんな感じです。ということで早速この色とこの色を混ぜてまぶた全体にのせていきます。で今このまぶたの上にファンデーションが乗ってるんですけど、ここにこうやって二重の溝とかにちょっと溜まってるんで、軽くスポンジでフィックスします。こんな感じで、こうやってシワができる前にのせていきます。でね、結構この上の方まで今日はのせていきます。ノーズシャドウにつながるぐらいな気持ちで、ここにも多めにちょっとのっけていきます。これはね、のっける意味があるんですよ。これ後でまた説明するんですけど、ちゃんとここに今日はいっぱいのっける意味が後から分かってくるんで、とりあえずここにいっぱいのっけます。こんな感じ。はい、そしたら下にものっけていきます。同じ色ですね。こんな感じでのっけます。でアイシャドウのぼかし方とかは前回のっけた動画と同じテクニックを使ってもらって、ひたすらブレンドするっていう感じで、とにかくね、本当にブレンドさえね綺麗にしてれば綺麗なアイメイクっていう感じになるので、どんな色を使う時でもしっかりブレンドして綺麗になるまで何回も何回もこうやってブラシでぼかすっていうのが大事になってきます。はい、こんな感じで今まぶた全体に薄ピンクの色をのっけました。こんな感じです。見えるかな。はい、そしたら次にちょっとね、これだと今日なんか紫っぽい感じなので、もっとソフトな感じで、このピンクとも言えずベージュとも言えずっていう感じの、ピンク寄りのベージュっていう感じかな、イメージ的には。これをのせていきます。でのっけていくところはこの目尻ですね。今日はこの目尻にグラデーションを作っていきます。グラデーションというか目尻の方がちょっとこうやってこんな感じで濃くなるイメージでのっけていきます。こんな感じかな。で気持ちいい、ちょっとこの目からはみ出るぐらいにのせちゃった方がアイラインとかマスカラした後でもちゃんと綺麗にグラデーションが見えるので、ちょっと気持ちはみ出すイメージでのせていきます。このまんまだと今ブレンドされてないので、何もついてないブラシでこの境目をぼかしていきます。こんな感じかな。ちょっとこれでだいぶボケたかなと思います。でここはどうせこれからアイラインをピッてやるので、ここの下に向かっての境目は適当で大丈夫です。今こんな感じでピッてなってるんですけど、ここの部分のグラデーションが綺麗になってれば大丈夫です。はい、今こんな感じでアイシャドウが終わったんですけど、ちょっとなんかオレンジっぽいかな。こう見ると一応ピンクっぽい感じなんだけど、画面で見るとちょっとオレンジっぽい感じに見えちゃうかもしれないんですけど、結構ねピンクです。
でそしたらグリッターをのせていくんですけど、その前にちょっとコンシーラーでハイライトをしていきます。でこういうね、こういう感じの固形のものがあるとそれの方が使いやすいかなと思うんですけど、なかったら普通にチップコンシーラーとか、あとファンデーションとかでも大丈夫です。ちょっと明るめの色を選んでブラシに軽くのっけます。でつけすぎると目の上がすごい、なんて言うんだろう、ゴワゴワになっちゃうので、本当にちょっとだけブラシにのってる状態にしたら、さっきここにちょっと濃い色多めにのっけてくださいねって言ったじゃないですか、このノーズコントゥアにつながるところで、その下のこのライン、骨があるので触ればわかると思うんですけど、ノーズコントゥアにつながるこのラインで目玉のくぼんでるところ、ここです。ここのラインめがけてコンシーラーをもうね、軽くふわーっと、これね、カットクリースとかそういう感じのメイクするときはもうこれをくっきり線が分かるようにくっきりやるんですけど、今日はそういう感じにはしないので、こっからこうやって上にふわーんとのっけていきます。こんな感じ。こっちと比べるとちょっとなんか彫りが出たように見えません？若干こうやってやったら分かるかな。ちょっとここが白くなって、でここが今ピンクで黒、少し地肌より暗くなってるので、こうすると彫りが出たように見えるんですね。でなんでこれノーズコントゥアじゃなくてピンクでやったかっていうと、その方が仕上がりがピンクっていう感じになっておしゃれな目元になるよっていう感じですはい、そしたら、今ちょっとこんな感じでハイライトができたので、これあんまりね時間出すとカピカピになっちゃうので早めにやりますね。反対側もやっちゃいます。はい、こんな感じで今ちょっとここにこう彫りが出ました。こんな感じになったので、このコンシーラーが乾く前にグリッターをのっけていきます。でまず最初にこれかな、この明るいグリッターをのっけていきます。でグリッターをのっけるとこは本当に今コンシーラーをのっけたところの上にのっけていくんですけど、ちょっとこうやって置く感じ、こうやって置く感じでのっけていくとコンシーラーにグリッターがペチャって密着するので、全然崩れないんですね。よれないし、粉の上に、こことかアイシャドウの粉の上にこうやってグリッターのっけた時と全然持ちが違うんですよ。発色もね結構変わります。でこんな感じで、今ここだけのっけたので、次にこっちのちょっともうちょっと濃いピンクを取って、これ指でもいいかな、これ指でやりますね。指で取って、でこの内側ですね、今ここの上に白いラインが来てるので、その内側めがけてのっけます。こんな感じで。でこのちょっと濃いめのアイシャドウをのっけたところにはあんまりグリッターがのってない方が綺麗にグラデーションが見えるので、この黒目の終わりぐらいまでかなだけにラメを押さえるっていうイメージでのせます。こんな感じ。めっちゃ綺麗ですよね。ついでにね、今ここにちょっとコンシーラーがまだついてるので、軽く涙袋を作っていこうかな。またこういう顔をして、ちょっと今日は太めに入れていこうかな。はい、そしたら軽く上からフェイスパウダーで押さえます。ちょっとしまった。でもここにキラキラついてるの忘れてて、顔中がちょっとキラキラになっちゃったんですけど、こんな感じで彫りが出る感じの目元になりました。そしたらアイラインとマスカラをやるんですけど、今日は先にまつげを上げていきます。アイライン引いた後にまつげをやろうとすると全部アイラインが取れちゃうんですとかいう人結構いると思うんですけど、そういう時はもう最初にこうやってビューラーでがっつり上げてアイラインをしてもいいかなと思います。はい、でアイラインはこのキャンメイクのプリーミータッチライナー01番黒のやつですねを使っていきます。まずはこの下からちょっとね怖いんですけど、このやる時ね目の中に入らないように気をつけながらこうやって
目頭をしっかりめにねやりたいので、長めに引いたら、今ちょっとここ目頭のところが汚いので、このパレットでいうところのここの色を取ってぼかします。ぼかすっていうのと、あとこことかってなんかちょっと涙が出てきちゃったり、あと目やにとかもたまる部分なので、ここのアイメイクってやっぱ崩れやすいんですよね、こことかこことか。なのでこうやってアイシャドウで上からセットすると、要はお粉でファンデーションをセットするみたいなイメージで、アイラインをアイシャドウで、アイシャドウって粉じゃないですか、だからそれでセットするので崩れにくいよっていう風になります。OK。 そしたらなんかこうやってなんていうんですか、ちょっと和らぐふんわりした感じになるんで、こうあんまりキーってこうピーンってなってるの、結構そういうのもね流行ってるんですけど、そういうのがあんまりねちょっと挑戦するのが難しいって人は、ここをこうやってやんわりとぼかすといい感じのアイラインになります。で、つけまつげは今日これを使っていこうと思います。これを何個かつけて、で自分のまつげにもマスカラのっけてくっつけるみたいな感じでやっていこうかな。ちょっとこれ使ったことないんで私もどうなるか分かんないんですけど、やってみます。まつげのつけ方はこの下から地まつげにピタッてくっつけるっていうイメージですね。なんかね、こうまつげにピッてこうって下から上に押さえつけるみたいなイメージで乗っけていきます。 OK。 そしたら反対側もやっていきます。はい、そしたら、自分のまつげにもマスカラをつけていきます。で、この時につけまつげが取れないようにちょっと気をつけながら、しっかり乾いてからのっけた方がいいですね。なんかつけまつげって結局フェイクじゃないですか。だからただこれだけあるとこうやってフェイクでこうちょっとちょんちょんちょんってついてますっていう感じになっちゃうんですけど、それを上からマスカラこうやってね塗って、でね、この上からこうやってビューラーをねやるんです。ただこの時に強くやりすぎるとカックンってなっちゃう、プラスつけまつげ取れちゃうので、しっかり乾いてからやるっていうのがポイントです。今これいろんな方向向いてなんかちょっとつけましたっていう感じになるんですけど、こっちなんか統一感がありますよね。こうみんながこう一斉に上に向いていくぞっていう感じが出たかなと思います。でビューラーでねこうやって根元を軽く、ほんと軽くですよ、これギューってやると何度も言うんですけど、多分つけまつげ取れちゃったり難しいと思うんで、本当に軽く、さじ加減が難しいんですけど、こうやってやるとこの根元がね、要は自分の地まつげとつけまつげも合わさるし、このグルーがいい感じにギュッて密着するので、もう方向がこれ以上いろんなとこには行きませんよっていう感じになるんですね。そうするとなんかこのまつげたちがみんな一致団結してこっちの方向に行きましょうっていう感じになるので、そう、このやり方を覚えてるとちょっと練習が必要かもしれないんですけど、こういう感じで私はやってます。はい、こんな感じでまつげが終わりました。こっからね、この目尻のアイラインとかを足していきます。今粘膜はもうアイライン埋まってるんで、この目尻を足そうかなと思います。で、まずこういうね小さいブラシ、これエルフのコンシーラーブラシでアイシャドウブラシじゃないんですけど、これを私はよく使ってます。この濃い色、これを取って、今こうやってまつげがねだいぶ上に向いてるので、ここに合わせてここら辺にアイラインがあったらいいなっていうラインを描きます。こんな感じで。そしたらちょっとブラシで影っていうか、このアイラインを太くしていくんですけど、アイラインっていう感じじゃなくて、こうアイラインなんだけどアイラインっていう存在感があんまりない感じにしようと思います。なのでこのアイラインやったらこの内側にちょっと色をぼかしていくイメージですね。こ
こんな感じ。本当にね40代50代でもこのやり方のアイラインだと要はシワとかできてもこうラインだとこうやって笑った時とかにこうやってぐにゃぐにゃってなっちゃう可能性があるんですけど、ラインじゃなくてこうアイシャドウで濃くなっててアイラインに見えるっていうこういう感じのやり方だとこうシワとかあるような人でも割と綺麗に見えるので、こうアイラインをねしっかり引こうってしない方が大体本当40代50代のクライアントの方にはこういう感じのやり方でアイライン引いてる風に見せることが多いです。そうするとほらいろんな角度から見ても綺麗な目元になります。皆さん懐かしいでおなじみの、多分このアイライナーを紹介してるのって私ぐらいしかいないんじゃないかなっていうぐらい多分他では見ないかもしれないんですけど、このね硬さとこの発色の絶妙な感じがいいんですよ。なんでこれをこの目頭から黒目の始まりぐらいまでやります。こんな感じ。そしたらまたこれのアイシャドウでちょっとピンクも混ぜようかな。全体的に赤茶っぽくなるんで今日ちょっとこれも混ぜてみます。これを今日はちょっとこの黒目の下ぐらいから入れていこうかな。こんな感じでこのあれですね、さっきここにコンシーラー入れたところの上になるように引きます。ちょっとこうグルーがついちゃってるな。はい、こんな感じで今軽くね入れたんですけど、今日は下まつげを、塗っていこうと思います。この黒目の始まりぐらいからつけていきます。こうやって縦につけていこうかな今日は。はい、今下まつげを足したんですけど、この目尻をもうちょっとなんていうんですか、立体感を出すためにこうやってなんかねドットでちょんちょんって間隔を空けてラインを描くイメージですね。はい、こんな感じで今こうやってちょんちょんってアイラインを足しました。アイラインっていうかアイシャドウなんですけど、ピッて引くより下まつげをやった時はこうやってちょんちょんってやっても前から見るとねなんていうんですか、いい感じに見えるんですね。なんかわかるかなすいません本当に説明が下手で。ピッて引くよりもこうやってまつげの下にピッピッて影を入れるイメージでやるとちょっとドーリーアイみたいな感じになります。このね上に乗っけたアイシャドウを下にもちょっと乗っけても可愛いかもしれない。これはその日の気分であんまりやりたくなかったらね、やりすぎるとちょっとトゥーマッチになっちゃうなって人はやんなくてもいいし、でここまで終わったらもうちょっとこう涙袋のラインを足してもいいなとか出てくると思うので最終的に調節をします。こんな感じ。そしたら反対側もやって戻ってきます。はい、ということでこんな感じでアイメイクが完成しました。ちょっと私には珍しくあんまりこう欧米風っていう感じではなくて、どちらかというと今日はアジアっぽい感じのメイクをやってみたんですけど、ポイントで使えるテクニックがまたあったかなと思うのでぜひ参考にしてもらえたらなと思います。で結構ねアイメイク変えても顔の印象変わるんですけど、眉毛もアイメイクに合わせて今日はこうやって立ち上げてみたり、あと、平行にしてみたり、前回はね平行眉毛でやったかな、多分そんな感じでやったんですけど、今日はこうやって立ち上げてみたんで、そうするとアイメイクの印象も結構変わってくるかなと思います。あと肌の感じ、いろいろね言ったらキリがないんでまた他の動画でも説明しようかなと思うんですけど、今日はこんな感じのアイメイクをやってみました。こうやって見たらわかるかな、このラメの私がここに入れてくださいねっていうポイントがもしかしたら分かりやすいかなと思います。ここです。ここポイントにねハイライトを入れるとすごい綺麗な立体感と目元になるのでぜひやってみてください。で今日もねずっと目のアップですいません。ここから下化粧してないんでこのままで失礼します。
メイクが参考になったよって思ったら、ぜひ、高評価とチャンネル登録と、あとコメントお願いしますでもうね、今夜の何時だ、多分9時半10時とかなんですね。なのでもうそろそろ化粧落としてこのまま寝ようかなと思いますということで、本日も最後までご視聴ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。